Engines lit. Artemis 2 now bound for the moon. Good roll pitch. 1972年12月14日、アポロ17号が月面を離れてから人類の時計はピタリと止まってしまいました。それから約50年、なぜ人類はこれほど長い間、あんなに身近な月を避けてきたのでしょうか。科学技術は当時より飛躍的に進歩しているはずなのに、誰もその地を踏もうとはしなかった。予算がなかったから、行く意味がなくなったから。そんなありふれた理由で納得できるでしょうか。実は今、その50年の沈黙を破り、世界が再び月へと動き出しています。それが NASA 主導の巨大プロジェクト、アルテミス計画です。今回の計画は、これまでの宇宙開発とは次元が違います。現在、多くの宇宙飛行士が滞在している国際宇宙ステーション、ISS は、地上からわずか約 400km、いわば地球のすぐそばを回っているに過ぎません。しかし、アルテミス2号が目指すのはその1000倍、約40万 km 彼方の月。しかも、人類史上最も遠い宇宙へ到達する10日間の旅です。そしてついにオリオンが人類で最も遠い宇宙、アポロ13号の記録をおよそ6000キロ上回る約40万6771キロへ到達。56年ぶりの記録更新です。この再始動の背景には、かつての宇宙競争を彷彿とさせる強烈な政治的意志があります。トランプ政権下で加速したこの計画は、単なる科学調査の枠を大きく超えています。そして特筆すべきはここに我が国、日本が深く関わっているという事実です。アルテミス合意に基づき、日本人宇宙飛行士2名が月面に降り立つことが決定しています。アメリカ人以外で初めて月を歩くのは日本人になるかもしれない。今、かつてないほどの盛り上がりを見せているんです。しかしここで一つの疑問が浮かびます。なぜ今なのでしょうか。そして、なぜあんなに急いでいるのか。そこには私たちが教科書で習ってきた静かな月のイメージを覆す、恐ろしいほどの国家の野心と、あまりに不自然な月の正体が隠されています。ロマンだけで宇宙には行けません。50年間の沈黙を破ってまで大国が月へ急ぐ最大の理由。それは、月が単なる岩石の塊ではなく、地球の未来を左右する資源の宝庫であることが判明したからです。まず注目すべきは、ヘリウム酸という夢の燃料です。これは次世代のエネルギー源である核融合発電の燃料として期待されている物質ですが、地球上にはほとんど存在しません。しかし月にはなんと、110万トン以上も堆積していると推定されています。わずか 1g で石炭12トン分に匹敵するエネルギーを生み出し、地球全体のエネルギー需要を数千年以上も賄える計算です。その資産価値は、一説には数千兆円とも言われています。さらに重要なのが、月の南極です。近年の調査で、太陽の光が届かないクレーターの底に大量の氷が眠っていることが分かりました。水があるということは飲み水としてだけでなく、電気分解して酸素と水素に分けられるということ。つまり、月でロケットの燃料を自給自足できるんです。地球から重い燃料を運ぶ必要がなくなり、月は火星やさらに遠い宇宙へ行くための中継基地になります。この利権をめぐって今まさに、宇宙のゴールドラッシュが起きています。NASA が2020年代後半の基地建設を目指せば、中国も2030年代までに月の南極に無人基地、そして有人基地を建設する計画を猛スピードで進めています。中国はアルテミス計画には参加せず、独自にロシアなどと協力して月の拠点を確保しようとしています。アメリカからすれば、中国に先に水の拠点を制圧されるのは、安全保障上の悪夢です。月を制する者が地球を制する。そんな軍事的な緊張感もこの開発を加速させる一因となっているのです。しかし、国家がこれほどまでに熱狂する一方で、科学者たちの間では古くから語られ続けている不都合な真実があります。月という天体そのものがあまりにも不自然すぎるということです。ここまでは月をめぐる人間同士の争いについてお話ししてきました。しかし、そもそも私たちがターゲットにしている月という天体そのものがあまりに不自然だとは思いませんか。実は科学者の間でも
月は自然にできたものではなく、誰かが意図的に作った人工物ではないかという説が真剣に議論されているんです。その根拠となる4つの衝撃的な証拠を見ていきましょう。1つ目は太陽と月、そして地球の完璧すぎる関係性です。太陽の直径は月のちょうど400倍、そして太陽までの距離も月までの距離のちょうど400倍なんです。このサイズと距離の比率が一致するという奇跡的な偶然があるからこそ、地球からは太陽と月が全く同じ大きさに見え、完璧な皆既日食が起こります。これ、宇宙の広さを考えれば、宝くじに何度も当選するような確率なんです。2つ目は、アポロ12号が行った衝撃的な実験結果です。使い終わった着陸船を月面に衝突させて振動を計測したところ、驚くべきことに月は1時間以上も鐘のように響き続けたのです。もし中身が詰まった岩石の塊なら振動はすぐに収まるはず。この結果から、月の内部は空洞、あるいは巨大な金属の殻で覆われているのではないかという月空洞説が浮上しました。3つ目は、持ち帰られた月の石の成分です。分析の結果、なんとウラン236やネプチュニウム237といった物質が発見されました。これらは自然界にはまず存在せず、現代の地球では原子炉内での核反応によって生み出されるものです。そんなものがなぜ数十億年前の月の岩石に含まれているのでしょうか。そして4つ目は、月の表面にある無数のクレーターです。通常、巨大な隕石が衝突すれば、その衝撃に見合った深い穴が開くはずです。しかし、月のクレーターはどれだけ直径が大きくても深さが一定以上に深くならないという特徴があります。まるで地表のすぐ下に、絶対に突き破れない超硬い装甲が存在しているかのようです。これらの事実は何を物語っているのでしょうか。単なる偶然か、それとも誰かが特定の目的を持って月を配置したのか。科学的な異常値だけではありません。実際に月へ降り立った、あるいは月の至近距離まで到達したアポロ計画の宇宙飛行士たちは、奇妙なほど口を揃えてある事実を暗示しています。彼らはそこで、一体何を見たのでしょうか。そしてなぜ、1972年を最後に語りと計画は打ち切られたのか。その裏側にあったとされる警告の存在に迫ります。1968年、人類初の有人月周回飛行を行ったアポロ8号。月の裏側に入り、地球との通信が途絶えた後、再び通信が回復した瞬間にジム・ラベル船長が発した言葉は、今も謎に包まれています。Please be informed that there is a Santa Claus。一見、クリスマス時期のジョークのように聞こえますが、これは当時の NASA 内部で UFO や未確認の構造物を指す隠語だったのではないかと言われています。なぜ極限状態の任務中にわざわざこの言葉を選んだのか。彼らは見てはいけないものに出会ってしまったのでしょうか。人類で初めて月面に降り立ったニール・アームストロング船長。公式記録ではスムーズに進んだように見える月面探査ですが、実は約2分間にわたる不可解な通信途絶があったことをご存知でしょうか。一説にはこの裏回廊の通信で船長はこう叫んでいたと言われています。奴らは我々を見ている。信じられない大きさだ。向こう側に別の宇宙船がいるんだ。この内容は公式には否定されていますが、当時の通信を傍受していたアマチュア無線家たちの間では、今もなお語り継がれる有名なエピソードです。そして、最も衝撃的なのが、最後のアポロ飛行士となった17号の友人サーナン船長の証言です。日本の UFO 研究の第一人者であり、元地方公務員で僧侶としても知られる高野城選氏は、サーナン船長本人から直接驚くべき話を聞いています。なぜ18号、19号、20号という予算も機体も準備されていた計画が、突如として全て白紙になったのか。船長の答えは非常にシンプルで重いものでした。あそこには先住民がいた。そして頼むからこれ以上来るという明確な警告を受けたんだ。人類は技術力で月を諦めたのではありません。招かれざる客として追い返された。これが50年もの間人類が月を避けてきた真の理由だとしたら、全てのパズルのピースがつながります。しかし、話はこれだけでは終わりません。彼ら先住民は、
今もなお地球のすぐそばで私たちのある行動を監視しているというのです。アポロの船長たちが受けたという来るなという警告、それが単なる言葉ではなく物理的な監視として今も機能しているとしたらどうでしょうか。月の裏側には私たちが知る自然の地形では到底説明がつかない構造物が存在するという噂が絶えません。アポロ17号のサーナン船長は高野乗船士との対話の中である衝撃的な光景について触れています。それは月の裏側のクレーターの中に数メートル以上もの高さがあるタワーのような構造物やドーム状の施設が点在していたという話です。これらは風も水もない月面で自然に形成されることはありえません。もしこれが事実なら、月は数十億年前から誰かの基地として運用されていることになります。そしてさらに戦慄を覚えるのが、彼らが地球の核兵器に対して強い関心を持っているという説です。冷戦時代、アメリカのマルムストリーム空軍基地で飛行物体が接近した直後、すべての核ミサイルが無効化されるという事件が起きました。また、旧ソ連でも何者かの介入によってミサイルが勝手にカウントダウンを始め、発射5秒前にピタッと止められるという冷や汗ものの事件が記録されています。彼らは人類が自滅するのを防いでいるのか、あるいは自分たちの管理下にある地球が汚染されるのを嫌っているだけなのでしょうか。ここで一つの恐ろしい仮説が浮かび上がります。それは、地球は宇宙の刑務所、または実験場であり、月はその様子を監視するための監視塔である、という説です。人類がある一定以上の技術、核エネルギーや宇宙進出能力を持とうとすると彼らは必ず介入してくる。50年間の空白期間は、人類が部をわきまえるための冷却期間だったのかもしれません。しかし2026年現在、私たちは再びその禁忌に触れようとしています。ここまで、月をめぐる経済的な利権、そして科学や証言が示す不自然な真実についてお話ししてきました。50年の沈黙を破り、人類は再び禁断の地へと足を踏み入れようとしています。そして今、その歴史の最前線に立っているのは他ならぬ我が国、日本です。2024年1月、日本の中型月着陸実証機 SLIM が世界を驚かせました。目標地点から誤差100メートル以内という驚異的な精度のピンポイント着陸に見事成功したのです。これまでの月探査が降りやすい場所に降りるものだったのに対し、日本は降りたい場所に降りる技術を証明しました。これは特定の資源がある場所や、あるいは何かが隠されているクレーターのピンポイントを直接狙い撃ちできることを意味します。日本が手にしたこの鍵が月の真実を暴く最大の武器になるのかもしれません。しかし懸念もあります。50年前、アポロの飛行士たちが来るなと警告を受けて逃げ帰ったのだとしたら、今回の裁縫を彼らはどう受け止めるのでしょうか。かつては調査という名目でしたが、今回の人類は資源や拠点という露骨なまでの欲を持って戻ろうとしています。2028年、アルテミス計画によって人類が再び月面に降り立つその時、私たちは英雄として歓迎されるのか、あるいは侵入者として排除されるのか、その答えが出るまであとわずか数年です。今夜ふと夜空を見上げた時、いつも通りそこに浮かんでいる月を思い出してください。その美しい銀色の輝きの裏側で、巨大なタワーがこちらを向いて立ち、私たちの核ミサイルを無力化する準備を整えているとしたら、月は単なる夜空の飾りではありません。それは人類がまだ立ち入ることを許されていない宇宙の管理者の席なのかもしれません。信じるか信じないかは